自然淘汰は科学理論なのか、それとも哲学的推測なのか。1970年代、20世紀の科学哲学者の中で最も有名な一人である不可知論者カール・ポパーは、次のように公言しました。進化論は形而上学的な理論であり、単なる進行の飛躍であって、科学ではない。当時、この理論の支持者たちは激怒し、理論が検証可能であることを彼に証明しようと試みました。しかし、ポパーは亡くなるわずか2年前に、サイエンティフィック・アメリカン誌に対し、依然として理論に満足しておらず、納得もしていないと認めました。サイエンティフィック・アメリカンは、ポパーやその他の研究者たちの告白を、疑わしいダーウィン、なぜ一群の非宗教的な科学者たちが進化論を疑うのか、というタイトルの記事で紹介しました。ポパーは、亡くなる1年前に書いた最後の著書、進化論的認識論、エオーショナリーエピステモーギーの中で、この理論、特に自然淘汰についての自身の立場を詳細に確認しました。この本の中で、ポパーは進化論の歴史における偉大な科学者たちの告白を引用しています。彼は、自身の表現によればダーウィン主義の巨匠の一人であるカール・ワディントン、C.H. ワッテントンの言葉を引用しました。ワディントンは、自然淘汰はトートロジーに過ぎないと述べています。トートロジーとは、反復や、同義語反復を意味します。つまり、単なる言葉の冗長な詰め込みです。進化論の根幹である自然淘汰は、証拠によって裏付けられた科学的な命題ではなく、単に言葉を繰り返しているに過ぎません。それは、苦労して水を発見したのに、水だと説明するようなものです。では、なぜ自然淘汰は言葉の繰り返しなのでしょうか。なぜなら、生き残ったという理由だけで、その生物は自然に淘汰、選択されたと仮定するからです。これは単なる言葉の詰め込みに過ぎません。今起こったことは淘汰だったと私たちが言う根拠は何でしょうか。なぜ、その生物を生き残らせたものが他の何かであるとは言えないのでしょうか。生き残った生物は何でも、淘汰されたというのでしょうか。これらは、科学的な観察ではなく、推測的な過程に過ぎません。ポパーは続けて言います。ワディントンと同じ意見が、ロナルド・フィッシャー、現代ダーウィン主義の創始者といった偉大なダーウィン主義者の間にも存在します。フィッシャーもまた、自然淘汰がトートロジーであると断定しています。同様に、現代ダーウィン主義の創設におけるフィッシャーの共同研究者である遺伝学者、J.B.S. ホールデン、J.B.S. ハルデンも、自然淘汰がトートロジーであることを認めています。そして、アメリカ自然史博物館の管理に30年以上携わったアメリカの古生物学者、ジョージ・ゲイロド・シンプソン、ジョージ・ゲイロルド・シンプソンも同じことを確認しています。カール・ポパーの言葉によれば、これらすべての学者が、自然淘汰はトートロジーである、と断定しています。つまり、自然淘汰という概念は科学的な概念ではないのです。驚くべきことに、ポパーの発言から数年後、ミシガン大学の研究室で、ポパーが断定した結果が実験的な現実となりました。研究者たちは、連続的な刺激を用いて一部の細菌に100万年間のシミュレーションを行って進化論を検証しようと試みました。結果はどうだったでしょうか。何兆もの細菌が出現しましたが、ある種から別の種への移行は言うまでもなく、一つの新しいタンパク質さえ出現しませんでした。これが自然淘汰の結果です。自然淘汰は機能しなかったのです。進化は機能しなかったのです。ダーウィン自身が感じていた理論の問題点。驚くべきことに、ダーウィン自身も自分の理論に問題があることを感じていました。1862年、植物学者ジョセフ・フッカーはダーウィンに手紙を送り、次のように尋ねました。鳥のくちばしの形の違いや、同じ種内の生物の多様性は、自然淘汰が原因だとお考えですか？答えは、断じて違うです。これは単純に、祖先における遺伝的な多様性が存在するからです。同じ種内に違いがあり、その違いが、同じ種の中で多種多様な形を生み出すのです。サブハーナッター・アッターに栄光あれ。フッカーは、この発言から約100年後に初めて観察されることになる、種の遺伝子プールについて語っていたかのようです。遺伝子プールとは、ある種の生物において、その種の枠内で多様な形態を可能にするものです。重要なのは、ダーウィンがフッカーに返信した内容です。あなたの手紙の中で、私が本当に驚き、私の存在を根底から揺るがした部分は、観察されるすべての違いは、いかなる淘汰なしにも起こり得るとあなたが述べた箇所です。私はその点について、以前も今も、あなたに完全に同意しています。
しかし、あなたは問題を完全に理解し、新しい視点からそれを見ています。今なお自説の力を主張し続けている進化論の擁護者たちは、まるで金の宝を探す一団に似ています。彼らは昼夜を問わず、様々な地層を掘り、何トンもの泥、砂、堆積岩を砕いています。しかし、そこには、宝はここにある、と書かれた地下室があるのです。彼らの目の前には、完璧な神の創造の技があるのに、彼らはその地下室を無視します。なぜなら、彼らは、金の鉱脈は地下深くにあるに違いない、という前提から出発しているからです。進化論の擁護者たちは、生命と生物の多様性の説明は、必ずや唯物論的な説明でなければならない、という前提から出発しています。だからこそ、彼らは今も掘り続けているのです。完璧な神の創造の証拠が常に目の前にあるにもかかわらずです。進化論は機能せず、自然淘汰も機能しない。にもかかわらず、彼らはそれを無視し、掘り続けています。目の前の地下室から目を背け、進化論がすべての試験、実験、研究室で失敗しているにもかかわらず、それを認めないことは、科学にとって甚大な損害であり、科学の大きな分野の発展を遅らせ、本来他の分野に使うべきだった利益を無駄にしているのです。突然変異や小さな進化は、大きな進化につながるのか。進化論の擁護者たちは、常に言葉のトリックを使います。彼らは専門用語をもてあそびますが、その中でも特に頻繁に使われるのが、種の遺伝子プールの枠内での適応という言葉です。彼らはこの適応を、小さな進化、小進化と呼びます。では、適応とは何でしょうか。適応とは、生物の種の枠内での多様性のことです。例えば、人間には白人、黒人、長身、低身の人がいますが、これは同じ種の遺伝子プール内での多様性です。遺伝子プールは、同じ種の中で様々な形態を可能にします。この遺伝子プールの性質をよく理解するために、一つの例を挙げましょう。キッチンの中に、小麦粉、砂糖、油、卵があるとします。このキッチンの材料を使えば、ケーキも作れますし、砂糖パイも作れます。キッチンの遺伝子プールは、この二つの種類を両方とも可能にしているのです。これが、種の遺伝子プール内の多様性です。遺伝子プールは、様々な構成やバリエーションを可能にします。ダーウィンがガラパゴス諸島を訪れ、鳥のくちばしの多様性を観察したとき、彼はくちばしが餌の性質によって変化しているのを発見しました。餌が地面の近くなければくちばしは短くなり、餌が地面の奥深くに埋まっていればくちばしは長くなると考えたのです。ダーウィンは、自分の目の前で起こっていることが進化だと考えました。当時のダーウィンは、種の遺伝子プールの性質を知らず、これが同じ種の枠内での自然な適応であるとは知りませんでした。ダーウィンがこの事実に気づかなかったのは、種の起源が書かれてから丸1世紀が経過して初めて、遺伝子プールの構造が理解されたからです。つまり、ダーウィンの目の前で起こっていたのは、進化ではなく、同じ種の遺伝子プールの枠内での多様性と適応だったのです。この鳥たちの遺伝子配列は、様々な形のくちばしを可能にしていました。この鳥の遺伝子配列の中には、BMP4、ボーンモーフォゲネティックプロテイン4と呼ばれるタンパク質の暗号があり、このタンパク質の遺伝子は、肺発生段階で全てのくちばしの形状をコードしており、後の活動に応じて特定のくちばしの形を決定するタンパク質を生成します。つまり、同じ遺伝子が全てのくちばしの形状をコードしているのです。ダーウィンが観察したこれら全てのくちばしのバリエーションは、同じ遺伝子プール、つまり同じ種に属していることが明らかになりました。ダーウィンは、遺伝子プールの意味も、遺伝子も、高度化も、今私が話していることのどれ一つも理解していませんでした。ダーウィンは、表面的で未熟な観察に頼り、そこから自らの理論を推論したのです。そして、同じキッチン、同じ遺伝子プールの構成要素内での適応を、進化とみなしてしまいました。残念ながら、理論の追随者たちは、今も彼の同じ神話を広めています。彼らは同じ種の枠内での適応を、小さな進化と呼び、小さな進化が大きな進化、つまり新しい種の出現に発展する可能性を暗示しているのです。しかし、今日では誰もが、これらの適応のすべてが同じ種の遺伝子プール内でのバリエーションに過ぎないことを知っています。主文化の未観察と自然淘汰の限界。さらに驚くべきことに、彼ら自身の認めるように、私たちは現在に至るまで、いかなる主文化、新しい種の出現も観察していません。最近、ブラヒーンセンターによって翻訳された、
欺瞞的な主文化、ザ・デセプティブ・スペシアションという小冊子があります。この本は、進化によって新しい種が出現したと考えられているすべての事例に対する推測に反論し、それらがすべて種の遺伝子プールの枠内での適応に過ぎないことを明らかにしています。適応は常に種の遺伝子プール内で起こるものであり、進化とは何の関係もありません。前述の通り、この遺伝子プールは多様な形態を可能にします。例えば、遺伝子プールは、ナイロンが利用可能になった時に、ナイロンを食べるバクテリアにその特性を獲得することを可能にします。また、患者が抗生物質を服用した時に、バクテリアが抗生物質に対する耐性を獲得することを可能にします。バクテリアの抗生物質耐性は、様々な形で発生します。例えば、バクテリアが自身の遺伝子配列の一部を失い、抗生物質がそれを認識できなくなることがあります。この最も有名な例は、マラリア原虫がクロロキンという薬に抵抗力を示した事例です。医師がこの薬の処方を中止した後、遺伝子配列の一部を失っていたマラリア原虫の弱い系統は消滅し、元の系統が再び現れ始めました。つまり、抗生物質耐性の際に起こったのは、進化、エボリューションではなく、退化、デボリューションだったのです。進化論は2018年のノーベル化学賞を受賞したのか。確かに、2018年のノーベル化学賞を受賞した実験は、研究室における進化論というタイトルで行われました。科学者たちが研究室の中で進化論を模倣したのです。では、どのように行われ、結果はどうだったのでしょうか。受賞した科学者たちは、一部のバクテリア内の酵素の遺伝子コードに、非常に高い圧力下で、非常に速いスピードで突然変異を起こさせました。これにより、通常数十億年かかるとされる突然変異が、わずか数ヶ月で起こるように圧縮されました。では、数十億年にわたって進化論を適用した結果はどうだったでしょうか。結果は驚くべきものでした。これほどの突然変異の圧力にもかかわらず、ある種の微生物が別の種に移行することはありませんでした。新しい機能を持つタンパク質や新しい酵素は一つも出現しませんでした。起こったのは、同じ種の枠内で、一部の酵素がより効率的になったという変化だけでした。ノーベル賞の公式ウェブサイトも次のように述べています。酵素サプチリシン・サブティリジンは、第1世代、第2世代、第3世代と、同じ微生物の中、同じ種の中、同じ科の中で同じ酵素のままであり続けました。ただ、酵素自体の枠内での変異が見られたに過ぎません。私たちが観察したのは、一つの酵素内の変異だけでした。さらに奇妙なことに、より優れて効率的になったとみなされたこの酵素は、繰り返された突然変異によって、生物にとってより弱く、突然変異していない自然な酵素に比べて寿命が短くなっていることが判明しました。つまり、例えばバイオ燃料として私たち人間が使用する上では、より優れて効率的になったに過ぎず、生物全体から見れば、その酵素は脆弱で貧弱になっていたのです。数十億年を経ても、進化論は何も生み出さなかったのです。このため、無神論者の進化論者であるジェリー・フォーダー、ジェリー・フォドーとマッシモ・ピアテッピ・パルマリーニ、マッシモ・ピッツェリ・パルマリニは、強調、ダーウィンが間違っていたこと、ファット・ダーウィン・ゴット論群の中で次のように述べています。この理論には欠陥がある。進化論には欠陥がある。これは神や、インテリジェント・デザイン、創造に関する本ではありません。我々のどちらもそういったことに一切関与していません。彼らは二人とも無神論者です。我々は、これから述べる我々の基本的な見解が、この理論には何か、おそらく致命的なほど間違っているところがある、というものであることを最初に明確にしておくのが最善だと考えたのです。